Mesha to be Season 6今回のMesha to beは北海道室蘭登別界隈。美味しいもの探しの旅、飯旅を続け、日本中を食べ歩く私たちが、この界隈に来たならばこれ絶対食べたいで、お気に入りのお店をご紹介します。それでは早速 Let's get it started. 1. Kubaru Green and Coffee。こちらは登別市のボタニカルショップ併設のロ Botanical Shop ースタリーカフェ。Roastery 元は Cafe。園芸館だった建物をリノベーションし、300冊以上の本と多種の観葉植物を一緒に楽しむことができる贅沢な空間。カフェでは自家焙煎コーヒー、ランチ、スイーツなどが人気。店内にはキッズスペースもあり、老若男女ゆったり過ごせる素敵なカフェね。ここは味がどうのこうのっていうわけじゃありませんが、ゆっくりまったり空間で贅沢な時間を過ごすことができます。近所にこういうお店があったら人生がちょっとだけ豊かになる気がする。 2. Teiwuchi Soba de Kolo e Nishi。 このお蕎麦変わってんの。こんなお蕎麦はここでしか食べられないわね。はい、鴨焼きせいろなる変わり種のお蕎麦がございましてね。これが美味しいの。重々鉄板で甘辛の割り下っぽいので焼かれた鴨を食らいつつ、なおかつこの重々鉄板で甘辛の割り下っぽいタレにつけてそばまでいただけますっていうね。なんとも斬新な蕎麦スタイルですな。めちゃめちゃうまそうなんですけど。そうなの、めちゃめちゃ美味しいの。今までにいないそばの食べ方。鴨肉も柔らかくて美味しいんです。そばつゆで食べるのはもちろん美味しいけど、ほとんど鴨のタレで食べてしまった。これは定期的に食べたくなるかも。鴨焼きせいろ、まさにここでしか味わえない一品かもですね。皆さんもぜひ。 Come on everybody。 3. Ajino Dio。 やはり室蘭といえばカレーラーメンは外せないっしょ。カレーラーメン言うてもいろいろ派閥がございまして、好みが分かれるところとは思いますが、北海道の湘南と言われるこの胆振コースト地域では、Iburi イブリコースト？胆振コーストではカレーラーメンが盛んなんです。まあ確かに苫小牧室蘭はカレーラーメンイメージが強いわね。結構食べ歩いたんですけどね、カレーラーも。あ、カレラゼイじゃないですよ、カレーラーメンのことですよ。 Curry Ram。 わかるっちゅうの。好きなんですね、こちらのカレーラーメンが。醤油ラーメンにカレー粉入れましたみたいなシンプルなサラシャバのラーメンよりのカレーラーメン、これが好きですね。人それぞれかとは思いますけれども、私もドロッとしたカレーラーメンはちょっと苦手かも。特に飲んだ後とか絶対無理ってなっちゃう。でも視聴者さんからはドロッと系のカレーラーおすすめが多いわね。そうなんだよ。でもやっぱ飲んだ後でも二日酔いでもツルツルいけそうな室蘭大王さんですね。っていうか苫小牧の大王さんも元は一緒なんだよね。そうそう、実直に昔の味を守り続けてるのはここ室蘭系列と新札幌茶市内にあるのれん分け系統さ。片や創業者直系の時代とともに進化し続ける苫小牧総本店元祖カレーラーメンは、現在はそれぞれ違った魅力のカレーラーメンになってますね。皆さんはどのカレーラーメンがお好きですか？ 4. Kobune。 室蘭のソウルフードといえばカレーラーメンと室蘭焼き鳥ですが、こちらはその両方を食べたいって欲望を叶えてくれちゃうお店。そうなんです。かなり観光客向けメニューではありますが、これ結構良かったのでね、ご紹介させていただきます。というかカレーラーメンも焼き鳥も室蘭のそれっぽくはない感じなんだけれどもね。あららら、これはどうなのかしら。そりゃあね、大王さんのカレーラーメンと一平さんの焼き鳥が一度に行けりゃそりゃ一番と思いますがね。特にこのカレーラーメン、室蘭大王さんのカレーラーメンとはかなり違う。結構スパイシーでスパイスカレーよりの味だけどね、これがうまい。ライスとの相性も抜群。あら、いいわね。そして室蘭焼き鳥って甘泥のタレをからしの辛さでバランスを取る感じで食べていくでしょ。ここのはそこまで甘くないから、まあ普通の焼き鳥っぽいっちゃ普通の焼き鳥っぽいんだけども、美味しいってのが大事でしょ。はい、もちろん。このカレーラーメンはぜひまたいただきたいですね。カレー焼きそばっていうのも気になるよ。カツカレー焼きそばもあんだよ。行かなきゃ。 5. ニューヨーク。 Moran Onsen Urara。 室蘭で一プロってなりゃやっぱここね。なんたったって道の駅見たら室蘭のすぐ並びにあるんでね、助かりますね。すぐ近くに
登別温泉って素晴らしい温泉街があるんだけれども、日帰りでいい感じのところがなかなかないのよね、登別温泉。そうなんだよ、露天風呂がないんだよね。安いところはあるんだけど。そうなのよね。ここは露天から白鳥大橋室蘭マリーナを見渡すことができ、とても爽快な気分で整うことができるんです。そうかい。かなり絵柄系お肌の方もいらっしゃるんで、タトゥー入れてらっしゃる方には朗報ですね。本物さんもおしゃれタトゥーも共存して仲良く平和に入浴されてましたよ。でもローカルさんたちやっぱ普通にサウナの中でも会話が発生しちゃうよね。そりゃそうだ、だってみんな知り合いだから。そうだよ、それがほっこりしていいんじゃない？サウナも街も電車の中も都会ほどシーンとしてるもんね。それが外国人たちが驚く日本っていう国なんだけどね。そうだね。やっぱサウナは静かに瞑想系が好みのミスタービーズなのでした。じゃんじゃん。6. Today's Katsu Curry. Yoshok no Ishikawa. 登別といえば石川さん。何かとカレー関連動画で飯旅ではおなじみの、おなじみすぎるかもしれませんお店ですが、どうしてもこのカレーは定期的に摂取しにゃなりませんからね。摂取？うつけ？摂取？でも摂取したいくらい。飯旅的に日本屈指の名カレーです。はい。やっぱ変わらぬ印象、うまいですね。そしてやっぱり辛い。もう何回食べたことでしょうか、こちらのカレー。だけどブレないですね。味も辛さも。確かに辛い。札幌人からすりゃスープカレーで辛いの慣れてるからどうちゅうことない辛さは年明けだと思うけど、冷静に考えたら全国的にデフォルトでここまで辛いカレーは Default. 他にないかも。そうだよね。まあ辛いは辛いけど美味しくいただけるギリギリの辛さなので、まあ辛いの苦手な方は絶対およしなさい系ではありますけれども、地元の方はいろいろ食べてらっしゃいますね。ビーフシチューも気になります。ビーフシチューも気になるんだけども、ここに来てカレーの匂い嗅いじゃうとね、もうカツカレーくださいって言っちゃうんだよね。まあカツは置いといて、このカレーは本当に大好きですね。これカツがもっといいやつだったらすんごいと思うんだけど、東京にあったら大行列じゃないかな。札幌でも流行りそうね。 7. Yellow Submarine. ものすごい山の上の住宅街のこれまたディープなお店。なんともビートルズの匂いがプンプンですね。ビートルズの名曲を店名にされてるお店は多いけれども、少ないリンゴスターが歌ってる曲名ってのはレアかもね。そうね。これまた視聴者さんのおすすめでね。はい、ここは室蘭ソウルフード的なお店なんじゃないでしょうかね。そんな感じね。もう50年になるんだそうよ。老舗ですね。老舗のチキンカツ定食美味しかったっす。胸肉の柔らかいカツで皮目は別にスパイシーに味付けされて揚げてありました。ボリュームもあって具だくさんの味噌汁に食後のミニソフトクリームまでついててね、ですねこれ。だけどね、ここはやっぱりビートルズっす。やはり。いやいや、マスターといろいろ話してたらついついね、俺も好きだもんだからだけどマスターもビートルズの話しだしたら止まんなくってさ、次から次にレアもん見せてくれるのね。もう食べるのも撮影するのも一苦労さ。でも楽しいひとときでした。よかったらね。マスターかなりのコレクションお持ちですぞ。でもね、マスターそろそろ引退なのかな。今はもう息子さんに引き継がれてるそうで、引退前に来れてよかった。引き継ぎを始めてからこれでも随分とビートルズ関係の装飾は減ったのだそうです。あらま、そっか。息子さんはビートルズ世代じゃないもんね。ビートルズに興味のない方はチキンカツを、ビートルズ好きの方は早めにぜひ。 8. Penny Lane. なんということでしょう。室蘭登別界隈だというのに那須高原のお店が突如入ってまいりました。はい、ビートルズつながりということでね、前室の室蘭イエローサブマリンさんはおいちゃんが知ってる中で北海道一ビートルズコレクションが豊富なお店ではないかと思われます。で、こちらのペニーレーンさん、おそらく日本で一番ビートルズグッズが豊富なお店なのではというお店。まだ知らないだけでもっとビートルズマニアのお店あるかもだけどね。ご存知の方コメント欄で教えてくださいな。あ、ビートルズに興味のない方はごめんなさいね。はい、こ
こちらのペニーレーンさん。宇都宮なんかにもお店はあるんですが、やはり天気のいい那須高原の朝に訪れたいお店。那須高原は栃木県北部にある自然、温泉、グルメ、アートがギュッと詰まった高原リゾート。首都圏からのアクセスも良く、週末の定番避暑地として長く愛されています。そんな那須高原の人気店、すごい人気でしたね。並んでいるパンたちも美味しいけど、ここは芸術点が高いお店。そうね、美味しいパン屋さんならいっぱいあるけど、こんな素晴らしいロケーションにあるお店はなかなかないよね。そしてビートルズ関連グッズがこれほど並んでいるお店は、それこそなかなかないんではないでしょうか。至る所に飾られるビートルズグッズ、ビートルズ世代にはたまらないお店なのではないでしょうか。私はビートルズよくわかんないけど、森の中でカフェオレを飲みながら聴くヘイジューとか最高すぎたな。マイナスイオンあふれる那須の森の中でインマイライフを聴きながらグリーンとの朝食は最高すぎだね。あら。 9. Soda Shokudo. なんとも昭和を連想させる名前の食堂。こちらも視聴者さんのおすすめで知ったお店ね。いいですね。なんとも味のある懐かしい感じのお店です。はい、カツ丼ドーン。ボリュームやばいんですけど、これ食べれるかななんて思いもしない、のっけから無理ってやつです。もうどんだけ。これはおいちゃんでも腰が引ける米量でしたよ。こんなパワフルなんなら、すいません、ご飯半分でいいです系のお店でした。そしてザンギ定食もこれです。見てください。テンション上がりますね。目玉焼き両面ってのはなんか逆に食べる機会がなくなってたものだから、目玉焼きって風呂屋のロッカーに100円入れようと思ったら、前の人が取り忘れた100円が入ってた時のような嬉しさ。なあ、確かに地味に嬉しいよね、あれって。唐揚げもフリッターみたいにサクサクしてて、ちょい甘だけどしょっぴくねえのがいい。マヨネーズがよく合うんだこれね。唐揚げ美味しいね。ほんと普通の唐揚げとはちょい違う衣感がよろしいよせ。カツ丼もパワフル、ちょい甘め。厚めのカツにとろっと半熟卵系。お肉だけでお腹いっぱいになっちゃうわ。なんでも昭和40年代、大きなソーダ工場の敷地内に大勢の人たちが暮らしていて、床屋から商店、お風呂屋さんまで揃っていたのだそうだ。その中の一つにソーダ食堂って食堂があって、その名残で移転はしたものの、そのまま未だに残っているのはこのソーダ食堂だけなんだそうだ。ソーダ工場自体はまだあったね、目の前に。あったね。ソーダってそういう字のソーダだったんだ。そうだったんだ。10. Rangtae. 1976年創業、地元で長年愛される洋食屋さん。これはかなりディープな場所にあって、 Canally Deep. ちょっと初めての時は腰が引けちゃった案件。ところがどっこい、これ何を食べても美味しかったんですねえ、いらないトロトロタン。こんなお値段でタンシチューがいただけるのは嬉しいわ。野菜と牛すじ、鶏ガラなんかをじっくりコトコト6時間煮込んで作られたデミソース。サラサラさっぱりとめちゃめちゃ好みのデミタイプ。そしてカツカレー系でも何度もご紹介しておりますが、こちらのカツカレー、ちょっと店内が暗くって美味しそうに見えませんが、このカツカレーは日本屈指のビーフシチューのようなカレー。これが美味しいんです。キッチン何階かランティかって感じと思ってたんですが、この間キッチン何階とカレーの何階なんかも全部食べて、あれこりゃランテイさんの方が好きかなと思いましたね。あら、すごい。ってことは日本ランキングベスト10入りってこと？そうなりますね。この界隈のカレー熱いっす。すんごー。そういえばステーキも最高に美味しいってタレコミ来てたわね。そうそう、今年もイブリコーストが楽しみだぜ。イエーイ。他にも美味しい情報ございましたらぜひコメント欄で教えてくださいな。全力で食べに行きます。 Jikano Mesh Tabiwa. Zet Taimata Tabathai. Kagoshima Kaiwai Des. O Tano Shimi ni. See you soon. 飯旅ではいろんな地域の動画を公開しています。飯旅、地名で YouTube 検索して気になる地域の動画を動画ご覧ください。よろしくしなちく。やはり
天気のいい那須高原の那須高原、那須高原。首都圏からのアクセスもよく、週末の定番避暑地として長く愛されています。